皆さんこんにちは。今回は英語力を上げたい方必見、誰でも必ず英語が話せるようになる学習方法について10年以上かけてトライしてきた全プロセスを超簡単2つのステップに分けてご紹介します。一人でもできるあの練習方法、皆さん知っていますか？よかったらぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。犬と私と北欧暮らしの夏子です。今回の動画はキャンブリーさんとのタイアップ動画。18歳まで日本語しか話せなかった私が10年以上かけてペラペラになるまでの英語学習方法を今回はギュッと2つのパートに分けて、インプットとアウトプットのコツについてお話ししていきたいと思います。年齢を問わずこれから英語を話せるようになりたいと思っている皆さんにとって少しでも参考になれば嬉しいなと思っています。それではまず私の自己紹介を簡単に。私は現在北欧スウェーデンで暮らしていて、スウェーデン人の夫と愛犬2匹と一緒にほぼ英語で生活をしています。でも生まれた環境としては九州の佐賀県、周りの人は日本人しかいなくて日本語のみで18歳まで育ってきました。初めて学校で英語を勉強したのは中学1年生で、実際に街で外国人に道を聞かれるっていうのが中学3年生ぐらいの時で、道順は分かるのにどうやって伝えていいか全く分からなくって、あっちみたいな感じでこうやって指をさして道順を頑張って伝えようとしていたのをちょっと今でもはっきり覚えています。それから中学高校と単語帳をいっぱい覚えたり、文法を勉強したり、英語を勉強するためにたくさんの時間使ってきたかなと思います。でも18歳までは一切英語が話せなくて、逆にどうやったら英語って話せるんだろうとずっと不思議に思っていました。それから私が大学生で上京して、そこで初めて留学生とか街に海外の人が溢れているっていうのを見て、英語に触れたいと改めて思うようになって、20歳の時にヨハンと出会いました。そこから一気に英語力が伸びたんですけど、実際に何が変わったのかっていうのをこれからお話ししたいと思います。ここから英語学習ステップ1、インプットのコツについてお話ししたいと思います。私の英語力が急に爆上がりした一番の理由って、自分に合った楽しいインプット方法を見つけたからかなと思っていて、あの頃は2015年とか16年でまだネットフリックスが日本に上陸する前だったんですが、でも2人で海外ドラマにドハマりしました。ただただ夢中になってドラマを見ていただけなんですけど、そのおかげで自然に語彙力が増えて英語を喋る文化の理解が深まったなと感じています。特にその時って日本語字幕がない状態で英語のコンテンツを英語字幕で見るっていう感じだったので、結構スパルタだったんですが、わからないことがあったとしてもこのドラマ自体が面白いからずっと見続けちゃうっていうのがあって、その単語とかわかんないし、状況がわかんないっていうことがあっても、わからないことに気づいてヨハンに質問したり、この状況がわからないなりに楽しむっていうことができたので、それがすごくいいインプットだったのかなと思います。もし皆さんの中でやっていない方がいたらぜひおすすめしたいんですが、英語のコンテンツはぜひ英語字幕で見てみてください。例えばディズニーが好きな方だったら、その映画を全部英語音声、そして英語の字幕で見てみるとか、今はいろんなストリーミングサービスがあるので、皆さんが好きなドラマや映画絶対見つかると思いますし、 YouTube もほんと何百万人ってクリエイターがいると思うので、その英語を教えるチャンネル以外にも普通のリアルな英語に触れる Vlog だったり、趣味を話している動画だったり、本当にいろいろな方法でリアルな英語に触れることができると思います。そうすると英語を話している人の顔の表情を見たり、目元を見たり、この画面上から見える情報プラスこの下にスクリプトが書いてあって、それが目に入ってくるので、耳と目両方使って英語の学習ができるんじゃないかなと思います。でもいきなり英語字幕で見るのきついよっていう方もいると思うので、そんな方におすすめしたいのが、日本のコンテンツを英語字幕で見るっていうのがおすすめです。言語ってそれ自体が文化なので、その日本語の曖昧さを英語にどうやって訳すんだろうっていうことがたまにあるんですよ。
それでこうやって訳すんだって思う時もあるし、例えば日本語で美味しいねとか良かったねっていう一言で表せる文章でも英語で表そうとすると主語、述語っていうのが必ず必要だったりするので、英語の字幕には主語とかニュアンスが追加されていたりして、その日本語の曖昧さがなくなって状況把握がしやすいっていう現象が起こったりするんです。スマホ1台あれば YouTube や Netflix 他のストリーミングサービスたくさん見れると思うので、インプットは意外に簡単にできると思うんですが、ここからステップ2、アウトプットのお話をしたいと思います。私がおすすめしたいアウトプット方法は2つあるんですけど、1つ目は独り言にしてみることです。自分で自分に語りかけることってちょっと変かもしれないんですけど、ただ今見えるこの状況を説明するでもいいですし、他の人がやってることを説明してみるとか、頭に浮かんだことについて30秒話してみるとか、いろんな方法で独り言を作ることできると思います。It's almost 11 p.m. but I really wanna grab something before going to bed. But I promised myself that I would stop snacking in between meals. So I'm not supposed to eat after dinner, especially at 11 p.m. Do you think it's okay to eat maybe an apple? みたいな感じで、葛藤とか自分が今悩んでることとかを英語にすると結構いろんなね表現が出てくるかなと思います。あとは嬉しいこと、やっぱ喜びとかも英語で伝えるとすごくいろんな表現があるのでおすすめです。It's so warm. ペットを飼っている方は表情や動きとかを見ながらアフレコするのも楽しいですよ。例えばこんな感じ。 Did you know that today's gonna be this warm and nice? I am over the moon to finally have a proper spring weather, mommy. Don't you love it? みたいな感じでちょっとドラマチックに話すのも OK。 その時の気分やシチュエーションに合わせて皆さんの想像力を膨らませながら独り言で表現したいことを英語にしてみましょう。それでは次はアウトプット方法の2つ目、実際に誰かと話すというステップについて。そしてアウトプットって実は一番勇気がいるステップというか、流暢になるまでのステップの中では一番大事なところだったりするので、ここで実際に私がキャンブリーのレッスンを受ける様子お見せしたいと思います。実はあと3分でこの初めてのキャンブリーのレッスンを受けようと思っています。一応先生にはよろしくお願いしますみたいなメッセージはやり取りは終わっていて、その先生の自己紹介動画みたいなのを見てすごく面白そうで優しそうな先生だったので、そこは全然心配していないんですが、オンライン英会話レッスンを受けること自体が初めてなので、そこに関してちょっとドキドキしています。 Hello. Hello, can you hear me? Yes, I have 2 dogs just here, and every time I say hello, they just go crazy. Natsuko. Yes. Is that correct? Yes, Natsuko. And you have your YouTube channel. Yes, I do. When did you begin your YouTube channel? So I moved to Sweden 2017, so 7 years ago. After just graduating from my university in Tokyo, where I met my husband, Yuan. And so first plan was to stay here for a while, like 3 years, because my husband is Swedish and it's free for him to go to university in Sweden. And like our dream was to live in Japan, but he needed like college degrees or university degrees. So he said like, can you just follow me so like I can do my study? And I said yes, I would love to, because I was the kind of person like want to try new things. And then I came here. Then my friend just started YouTube channel and he has like 200,000 subscribers now. So it's more than full-time job, and I was helping him. Then I found also that I really love editing, so I also created my channel. Yeah, then that became really successful, maybe not a successful but really fun and like still growing business right now.
you know, today I think people are so interested in the culture in more detail, that what we eat, what we listen to, right? You started a whole YouTube channel. So I think it's a brilliant thing you're doing. Because people tune in, they're like, oh wow, and I love it, and I'm looking forward to doing. I'm hoping to be able to travel to Japan. I talk to Japanese people now every day. And also, like here, it's super small village, and everybody have to speak Swedish. Like English is okay, but like if you actually integrate with a society, you have to speak Swedish. But I think I'm that level right now, but I wasn't a few years ago. Then I was struggling. But right now I'm happy because I can use my knowledge in Japanese and tell my followers like what I'm doing, how I feel, you know, new kind of concept of lifestyle. What are some of the best advice you could give someone that wanna just start and be successful? I think the most important thing in YouTube, maybe not the shorts are a different thing, but the long contents are storytelling, and like of course it's about topic should be something people are interested, but also how you deliver the story, right? So I try to always put a narration on my video. Of course I just like use my phone and just talk like this, but a lot of times I just do a voiceover and explain what's going on, so they can understand the scene behind it. I think it's just interaction, like same as what you do, interact with your audience or, you know, followers. It's like, maybe one way to be successful. I love it. Wow, I like that. So, I think you're putting out one high quality, full meal deal. The little McDonald's thing, right? The full meal deal. And what do you consider to be the most rewarding thing outside of being, you know, compensated financially? So since I live here, not everybody can visit me. None of my friends could just come here because it takes many hours and a lot of money. But now I just like create one video, everybody can see it, so it's like communication for person I really care, so which is like really nice. So I don't have to talk to them like every person I want to talk to, but they can just see me when they want to. I love that. So it's like I'm still here, right? And maybe, you know, a day's journey away from my home country, but I'm here alive and well. And, that's a nice incentive, right? Still feel very connected. Yes, very much, with your people. 30分のレッスン終わりましたけど、超楽しかったし、なんか英語のレッスンしているっていう感覚が全然なくて、本当に意見交換、いろんなことも聞いてくれたし、私のことを説明する時間がたくさんあったから、めちゃくちゃいい機会をもらいました。アウトプットをするときに独り言で頭の中で考えて話すか、実際に人と話すっていう2つの方法があるとお伝えしたんですけど、キャンブリーでは AI と一緒にスピーキングの練習をするという機能があって、実際に使ってみると文章と一緒に AI の音声も聞こえるので、リスニングの勉強にもなりましたし、自分一人で完結できる独り言よりも話題が広がる面ではすごいいいですし、私が発音して話したそのままの内容が AI で読み取られるので、苦手な発音とか聞き取ってもらえなかった時は、こうができないんだって思うきっかけにもなりました。そして発音についても、私自身の発音はアメリカ英語でもないし、イギリス英語でもないし、他の人からはヨーロッパっぽいねとか、スウェーデンに住んでるっていうと、やっぱりねっていう風に言われたことがあるんですが、英語の中でもいろんな訛りってあるから、聞きやすい聞きにくいっていうのは当たり前で、もちろん発音もできることには越したことないと思うんですけど、スウェーデンの人だってスウェーデン語なまりの英語を話すし、私だって日本語なまりの英語を話すこともあるし、自分の発音が恥ずかしいからってボソボソ話すよりかは、聞いてもらいやすいようにハキハキと話すとか、ゆっくり話すとか、なんかそういう伝え方の方が大事かなと私は思います。次に私がキャンブリーを使ってみていいなと思ったのが、
自分で相手の先生を選べるということです。これって実は一番英語学習の要じゃないかなと私は思うんですけど、学生の時は勉強しなきゃいけないだったと思うんですけど、大人になって学習をする時って学習したいっていう意欲がある中で話しやすい相手を見つけることができる環境にあることって大切だなと思います。何が言いたいかというと、みんながみんな話しやすい人ではないということで、それって本当に普通に生活していても皆さん同じだと思うんですけど、めちゃくちゃ威圧的に話されると恐縮してしまう人もいるだろうし、すごく早口で話されると結構頭の中がこんがらがるみたいなことはあると思います。今回私はどちらの性別でもいいなと思ったんですけど、皆さんの中には同性の方が話しやすいなとか異性の方が話しやすいなって思う方もいると思うので、その場合は女性の先生、男性の先生、どちらかをまず選ぶ。そして次にどのアクセントが自分が聞きやすいか。私の場合はカナダのトロントに4週間だけ短期留学していたことがあるので、カナダの先生だと話題が広がるかなと思って、そうやってカナダっていう風に絞って話すこともできますし、これからオーストラリアにワーホリに行くっていう方だったらオーストラリア英語を話す先生がいいと思うし、共通の趣味がないかなっていうので、例えば釣り、フィッシングとかキャンピングとか、あと DIY とか、皆さんの趣味とかも書いてみるとたくさん共通の話題が見つかる先生がいると思います。私は結構先生選びに時間をかけて、この先生となら30分話せそうだなっていう先生を選んだんですけど、そのおかげか私が選んだ先生はみんなすごく話しやすくて、30分のレッスンがあっという間に終わったので、皆さんの先生選びの参考になると嬉しいです。そして最後の最後に英語学習を続けるための大切なマインドセットについて。これまで英語とスウェーデン語を外国語として学んできたんですけれども、言葉を習得する、外国語を話せるようになるっていうのはすごく壮大なことで、全く話せないところからある程度話せる、流暢に話せるってところまでなるには最低でも1年、私も含め多くの人にとっては5年とか10年の長期的な挑戦になるかなと思います。でもだからこそ自分が楽しいと思える方法を見つけてほしいなと思っていて、それって私が今回話した以外にもいろんな方法、100人いたら100通りの方法があるんじゃないかなと思います。Of course, the best way though is just to have a one-on-one conversation. Yeah, it's one of the things people find it difficult, like learning English is not grammar or vocabulary or writing, but actually speaking to, somebody speaks only English, maybe. So you kind of you have to speak English, otherwise you can't communicate, but in a good way. Making friends or talking to teachers. Yeah. But what do you think, like the best way to learn English? Well, I think Cambly is really great for learning conversation. Which is really important. Sometimes when you learn a language online, you only focus on grammar and spelling and reading, but you don't get to practice speaking with anybody. Yeah. And I think Cambly is really, really great for that. Yeah. I have many students who tell me that even within a few months, they feel a lot more confident. Trying to speak in another language, you start out going all confident, like, oh, I'm going to be able to speak to them, and then you actually get with them and I don't want to, I'm too embarrassed, right? Yeah. But when you speak with a tutor, it's a lot easier because you don't care what they think of you. Yeah, true. Yeah. And you know that they're professional and trained to work with newcomers, so you feel more confident to speak up. Cambly のレッスンに興味がある方は、この動画の概要欄と固定したコメントにクーポンコードをつけていますので、そちらもぜひご確認お願いします。ということで、今週の動画最後までご覧くださりありがとうございました。それではまた皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。ヘイドー。Oh my goodness.